10鎧玉863個。七色金2060個。これ、ほとんど放置で稼ぎました。今回は、鎧玉と七色金稼ぎについて、これがワイルズの最終決定版じゃないかと思われる方法を説明していきたいと思います。で、今画面の赤枠なんですけど、10鎧玉に換算すると、約1200個というえげつない数字になります。で、こちらを時間かけて集めたのかっていうとそうじゃなくて、だいたい4、5時間ぐらいの手動操作で集めてきたものになります。で、方法なんですけど、こちら以前まとめたこちらの基礎知識の実践編になります。なので、まだ基礎知識の動画を見ていない方は、概要欄にリンク貼っておきますので、先にそちらを見るようにしてください。はい、基礎知識のおさらいしますと、まず1分ほどコントローラーで操作して、その後自分はモニターから離れて好きなことをします。で、裏では屈強なサボハンがモンスターと対峙してくれて、バチバチやってくれますんで、自分は掃除でもしながら15分から20分ぐらい待ち、ほんで、キビスを返して画面を見ると、クエストクリア画面になっていると。いうことで、アホみたいに素材と鎧玉がガンガン集まってくるといった方法になっています。はい。ということで、1分の操作で絶え間ない狩りができると。これ、当初カプコンがワイルズで言っていたコンセプト、これをこんな形で隠していたかと。もうさすがだなぁと思って、本当に感心しております。はい。で、こちらの方法で回していくクエストですけれど、やはり10鎧玉では、転送無給。こちらのクエストがベストでした。で、これを200周回してデータも取ってきました。本日は、このクエストで最高効率を引き出す方法が2点、このデータから見えましたので、そちらをお伝えしていければと思います。はい。まずはサポハン選定の話になります。で、今見せているのが、俺が取ってきた記録になりまして、タイム取っていたり、鎧玉の数取っていたり、で、この辺で、どのパーティー構成で行ったのかっていうのを、識別できるようにして、データを取って、で、そんなのが、ワーッと200行分ぐらいあるみたいな。で、これだけ見せてもようわからんと思うので、集計したのがこちらになります。で、この上の表なんですけど、それぞれが平均タイム何分何秒出しましたよっていうのが書いてます。で、色は、短ければ短いほど緑が濃くなるような感じでグラデーションしています。で、真ん中のこの121とか43とかっていうのは、それぞれが参加した回数ですね。が書いているといった形です。はい。で、これでもまだ、ようわからんっていう人もいると思うんで、ティアランキングやっていこうと思います。まずですね、お祭り族第1号のこのファビウス。ファビウスは、もう平均タイム14分45秒、言うことなし、S ランク王子です。ほんで次、ナディア。ね。ナディアお祭りの時にしか来ない。この人ガンナーだからレウス撃ち落とすのにいいかなと思った。ちょっとそれはね、ロストにしてもそう、同じです。いいかなと思った。でも二人とも、16分10秒と17分3秒というので、芳しくない。で、見てると、やっぱりガンナーね、いると、モンスター結構動き回る。バーッと走ってっちゃう。そうするとね、ホーミングガード王子が、ただガードして歩いてる王子になっちゃって、反撃ガードしないんですよ。反撃ガードしなくて、延々と歩いてるだけの王子になるから、サボハンが止まっちゃう。っていうので、だいぶロスってるなって感じがしました。はい。ということで、ちょっとね、ロッソは、このホーミングガード王子においては、あんまり相性良くなさそうし。で、ナディア。ナディアは、言うても火力はそれなり出てるからビートする。はい。続きまして、ガンナーつながりのヨギリですね。ヨギリスさんはね、初め3回ぐらいやってて、いいタイム出たんす。いいタイム出たんだけど、4回目、5回目あたりでなんかモンスター寝るなと思って。ほんじゃこのヨギリさんどうもね、睡眠弾撃てるライトボウガン担いでて、この子だなと。はい。ということで、ちょっとね、ヨギリさんは絶対連れてっちゃダメだ。うん。ホーミングガード落ちで、睡眠取られるとね、本当にただのオジになっちゃう。
もうね、もうちょっと言うまでもないけど、ちょっとひでえことになるから、タイム20分超えたりしてて、うん、もう記録をやめてるんですね。なんでここには現れてないけれど、ヨギリさん睡眠弾打ちますんで、ダメです。DTR です。はい、続いて、アレッサですね。アレッサ、ランスなんですけど、やっぱりいいですね。動きが、ファビも、フォーミングガード時もランスですけど、自分が動くの遅いから、モンスターもなかなかね、散らずに、うん、いい感じで反撃取りやすいんで、アレサ非常に相性いいですね。で、次、グリフィンという大剣担いでる V 破壊狙うおじさんがいるんですけど、このおじさんがね、ダークホースでした。このおじさん1位です。平均タイム14分36秒というね、素晴らしいタイムを叩き出してる。という意味では、まあ、アレッサより、どっちか、アレッサとグリフィンどっちか選ぶんだったらグリフィンなんだけど、うん、このおじさん選ぶんだけど、まあ、それぐらいね、素晴らしい。うん。この辺 STR 軍ですね。はい、次がですね、まず影が薄い皆さん。皆さんはね、なんとも言えない微妙なタイム的にもですね、まあ、ナディアと張ってはいるんだけど、まあなんか、うん、って感じ。はい、BTR です。次、白新部への会。この人ね、いたら、まあ生存とかほら、パーティーメンバー増え吹いてさ、強化してくれていいのかなって思っててずっと入れてたんですけど、いや、意外や意外、タイムあんま出ません。16分23。おそらくだけど、やっぱりね、ホーミングガード王子という、ちょっとほぼ何にもしないおじさんがいるからさ、上の存在意義がちょっと薄れちゃうんだろうね。はい。BTR です。はい。で、最後、もう、サボハンといえばこの人ですね。はい。ハンマーの人。でこのハンマーの人を、先行投げてくれたりして、期待値高えなと思ってたんですけど、平均クリアタイムが15分16秒という、まあ、全体で4位の、まあ、位置づけというところになりました。で、ここからは見ていて観察していた主観なんですけど、やっぱりハンマーは疲労状態にする。あとはスタンを取ってしまう。で、モンスター攻撃してこなくなるんで、ガード落ちが反撃決められなくて、サポハンが止まるっていうことを誘引してしまっていた可能性があり、まあ、このタイムに収まったかなと。ただし、まあ3位のアレサとそんなに大きな差はないんで、まあ普通にいい人だと思います。はい。ということで、この人はエイティアです。はい。あと補足すると、この集計方法なんですけど、みんなこれ平等に組み合わせしてやってるわけじゃない。徐々に徐々に俺がこうしたらいいんじゃねえかっていう感じで最適化していったものでもあるので、少し偏りがあるのは事実。なので、まあ、あくまで、参考レベルに受け止めてもらえると嬉しいです。はい。ほんで今気づいたのは、データ200個じゃなくて196個ぐらいでした。すいません。まあ、ほぼ200ということで、許してください。はい。二つ目の論点は、スキル、装備の話になります。で、スキル装備は、基礎知識編で触れた装備をまず使ってもらえればいいです。で、あれはまだ包丁時一回も成功したことないよって人が、最初にやるべき内容として間違ってなくて、まずはあれで安定することを確認してください。はい。で、もう成功したぜっていう人は、さらに高めを目指していこうぜというところで、今回は2つの仮説とそれぞれの結果をお伝えしていきたいと思います。はい。で、1つ目が、陽動スキルを利用するというものになります。でこちらは防具 3V で発動するもので、攻撃を当てたとき、モンスターの注意をより強く引くようになるというスキルになります。で、これをつけることによって、ガード王子が反撃し、モンスターのヘイトを買い、さらにガード反撃が決まっていくというループが組めることによって、サポハンの攻撃が絶え間なく継続できるということを狙って、作ったものになります。はい。で、これやってみた結果なんですけど、クリアタイムの短縮にはなりました。なるんだけど、だいたい平均でマイナス15秒ぐらい。なんで、そこまで劇的に
1分変わるとかではなかったです。で、放置していく手前、そんなにね、クリアタイム、短くなれば短くなるほどいいんだけれども、その15秒のためにね、これ作るかって話で、これ超回復力1を発動しつつ、陽動も発動しなきゃいけないんで、ちょっとね、作成難易度が高いかなっていうところもあります。で、そこまでしてこれを作るんであれば、次に紹介する幸運仮説の方が私はおすすめかなというところになります。はい、二つ目の仮説が幸運ですね。超回復力1を発動しつつ、この幸運という、今回は栄光の誉れというスキルで 3V で発動します。でいつも通り、クエストのターゲット報酬が増えるという、報酬増えるっていうスキルですね。はじめ、これ、俺は10鎧玉とか、鎧玉の枠を増やす狙いでやったんですけど、実際やってみると鎧玉の枠は増えず、こんな感じでですね、ターゲット報酬が増えるという内容になります。で、これ確定で4枠増えて、で、1枚、資料の証1枚と、あとモンスターの素材が1箇所っていうのが、モンスターごとに現れてっていう感じのスキルになります。大したことないなーと初めがっかりしたんですけど、いや、よくよく考えてみると、こうやってモンスターの素材が集まって、で、さらに一時保管ポーチ、これV 破壊とか、傷破壊で手に入れた1回分、1クエスト分の報酬がこんだけあるというので、気がつけばですね、レウスの素材なんか、例えばもう、これ、鱗700、剣角675みたいな、なんかすげえ数になっていると。で、これを全部七色金にぶち込んだらすげえことになんじゃねえかというので、行ってきました。はい。で、七色金にぶち込む時の単価とか数量こんな感じで、下流の上輪が、だいたいこの辺90とか100ポイントぐらい。攻撃だけちょっと高いけど、だいたい100ポイントぐらいなんですね。で、他にもライアーの素材の方がなぜかいっぱいあって、1000個ぐらい、やばいな、1000個あんのか。で、1000個鱗あって110ポイントということで、集まりやすくて単価も高いと。はい。っていう感じですね。なんでレウスよりラギアの方が単価は高く、素材も集まりやすく、これらを全部ですね、ぶち込んでいこうと。はい。ということで、4、5時間分、一気に全部は怖かったんで、各素材50個ぐらい残しはしましたけど、それでも七色金が2000個以上集まったという結果になりました。はい。で、話を戻すと、鎧玉と同様にモンスターの素材も大事ですと。で、幸運スキルをつけると、モンスターの素材の報酬枠が4枠増えます。で、1枠あたり100ポイントだと概算すると、4枠なので400ポイント。すなわち七色金が 1.3 個分、幸運スキルによってプラスアルファでマイクエストもらえますと。で、小さい数字に思えるんですけど、これ100周することで当然ながら、七色金130個がプラスアルファでもらえることになるんで、これつけられるんだったら、つけて周回した方がいいです。はい、ここまで説明してきた内容で、リスナーさんが得られるものについて試算しました。で、2時間の操作を想定してるんですけど、理論上は120周ぐらいいけると思いますけど、そうもいかないと思うんで、家庭100周で、しています。で100周で得られるのは鎧玉と七色金。鎧玉だと460個相当。これは 20V の限界突破フル強化ができるという内容になります。一方、七色金については830個得られます。これはアーティア復元強化83武器相当なんで、大概何でも作れますね。ということでですね、2時間ぐらいでこんな感じでギッチギチにできますんで、ぜひ試してみてください。はい。で、そんなギッチギチにして何を倒すんだと、どうせボタン連打で倒せる敵しかいねえだろうと、復帰勢の俺は思っていたんだけど、だいぶ強いやつが出てきた。このオメガプラネテスとか、ゴグマジはまあまあ強いと。
で、歴戦はあるしもそれなりに強い。でもね、やっぱりこのオメガプラネテスってやつ。で、その中でも、ゼロ式オメガプラネテスってやつは、本当に強い。もうね、これクリアせずにマスターランクいっちゃいけねえなってぐらいさ、もう卒業式なわけよ。このゼロ式の方ね。うん。今頃何言ってんだこいつはって感じの人もいるだろうけど、復帰勢の俺からしたらね、びっくり。なんで、まだ倒してない方はぜひ、これ挑戦しましょう。はい、ということで、ホーミング王子を今日説明した内容で最適化し、防具をガッチガチにし、武器もムッキムキにし、そして、ワイルズの最高難度のモンスターを倒して、マスターランクに備えられればと思います。はい、ということで、このチャンネルは割と放置系の技を扱ってることが自然と多くなってるんですけど、もし、よかったらチャンネル登録してもらえると励みになりますので、よろしくお願いします。はい、それでは本動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。